はい、こんにちは、梅野です。本日はカメラを作っていきたいと思います。はい、今回作っていくカメラが、ジェリーロックさんから、出る予定のジェリーロックピンホール DIY というカメラになってまして、以前ケロカメラのブログの方でこれの完成品のジェリーロックオートっていうモデルをご紹介したんですけども、今回はそれの DIY キットが日本でも発売する予定となっておりまして、今クラウドファンディングで募集を受け付けております。今回はこれをご提供いただきましたので、実際に作っていきたいと思います。このカメラは、商品の名前から分かる通りピンホールカメラというタイプになっておりまして、ピンホールカメラは個人でも作れるカメラとして有名ですけれども、箱に穴を開けてで、レンズの代わりにして撮影するっていうのがピンホールカメラになってますけれども、これはそれの、おしゃれなピンホールカメラを作ることができるキットになっております。で、実際こういう感じで中身がバラバラに入ってますので、これを組み立てていくことで、自分で作ったカメラを持つことができます。で、自分で作ることで、愛着が湧きますし、でこういう木のところに自分で塗装することもできるので、オリジナルのカメラとして作ることができます。でこういう海外の製品で、ちょっと心配になるのが、この使うフィルムがちょっと入手困難であったりとか、そういうところが気になるんですけれども、こちらのジェリーロックさんのカメラの場合はこのフィルムを使います。これ見たことあると思いますけれども、富士フィルムのインスタックスミニっていうフィルムになってまして、チェキとかでも使われているフィルムになりますので、入手はすごい簡単になります。なので、フィルムのその心配をすることなくこのカメラを楽しむことができます。それでは早速作っていきましょう。これが、組み立て方の説明書ですね。絵で描いてくれているので、分かりやすいかと思います。で多分ここの番号順に部品も分けてくれている感じなので、迷わず作ることができそうです。はい、ではこれ開けて作っていきたいと思います。
はい、これで1番の部品が完成しました。こんな感じでね、露出系のところが仕上がってます。はい、次は2番の部品を作っていきましょう。はい、2番目の部品はこれで終わりですね。基本的にネジ止めしていくだけの工程のところでした。で、ここに金属部品を他の袋に入っているこのコインを使って締めて終わりですね。これで1番と2番の部品ができたので、次3番やっていきます。はい、では3番目の部品をやっていきます。これは側面か。側面のところを作る工程かな。はい、次は4番の工程をやっていきたいと思います。はい、次は5番の蛇腹の部品を作っていきます。5番目はここに保護フィルムを貼ってあるので、これを剥がしていきます。5番はこの木製のフレームと蛇腹部分をくっつけて終わりですね。はい、次6番の部品をやっていきます。
6番が一番時間かかりましたけど、やっとできました。ここに蛇腹部分と、ファインダーのところまでを作るような感じの工程でしたね。で、これがシャッターかな。ここにピンホールがありますので、ここがシャッターの部分になってます。そしたら最後の部品の7番を次やっていきたいと思います。はい、最後7番の部品を組み立てていきたいと思います。ここは金属部品になってますね。はい、長かったですけども、あとは、今まで組み立てた部品を全部くっつけていく作業になってきます。はい、結構時間かかりましたけども、はい、綺麗に完成しました。ここに焦点距離を調整するメモリがありまして、でこれがファインダーになってます。であとここがシャッター。今ちょっと出てきちゃうな。よいしょ。行き過ぎた。大丈夫か。でここがシャッターになってまして、ここをパカッとファインダー開けちゃうかな。ファインダー開けてパカッとするだけになってます。磁石がついてますので、またポコッと勝手に戻るような仕様ですね。でここはフィルムの巻き取り部分となっておりますので、撮った写真を見ることができます。はい、今回はジョリールックさんのジョリールックピンホール DIY、自分でカメラを作ることができる、自作キットのご紹介となっておりました。完成品のタイプももちろんあるんですけれども、自分で作ることでより愛着っていうのが湧いてくると思いますので、それほど難しくはない、時間はちょっとかかるけど作ること自体は難しくないですので、気になる方はぜひ、概要欄に URL 貼っておりますので、公式っていうかクラウドファンディングのページを見てみてください。でまだ日本に発売するかどうかって決まってなくて、クラウドファンディングで目標金額を達成することで日本での発売が決定するようになってますので、気になる方、欲しいなと思っている方はぜひ支援をしてあげてください。で撮る分にもいいですし、部屋の中にインテリアとして置いていても結構かっこいいんじゃないかなと思います。で僕が、今回いただいたのはホワイトっていうタイプになってますけども、もう一色ブラックがありますので、そっちも結構渋くてレトロな雰囲気ですので、ぜひ見てみてください。でピンホールカメラでチェキのフィルムにプリントしますので、結構レトロな写真も撮れますので、フィルム写真とか気になっている方はぜひこれも候補に挙げてみてください。それでは今回は、ジョリールックピンホール DIY のご紹介の動画となっておりました。
また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。